ようこそコツアス鉄道チャンネルへ。 JR 東日本は首都圏の大量輸送を日々こなすほか、東北、上越、北陸の3新幹線を抱えているなど結構稼いでいるような印象を受ける一方で、東北地区を中心に赤字ローカル線を多数抱えており、大赤字路線については近年その営業係数を公表しております。そのような大赤字路線も多数抱える JR 東日本。ところで JR 東日本のドル箱路線と言われたら、皆様はどの路線を思い浮かべますでしょうか。この収支というのは営業係数で表されることが多く、この営業係数の試算は100円稼ぐのにどれだけの費用を使うのかという数値で、単純に100を下回れば黒字で超えたら赤字です。そしてこの営業係数という数字をもとに JR 東日本のドル箱路線としてはどんな路線が挙げられるのでしょうか。そこで今回の動画ではこの営業係数をベースに JR 東日本のドル箱路線というテーマに焦点を当て、10路線紹介してそれぞれ簡単に解説をしていきます。なお甲州駅路線の黒字額や営業係数の試算は JR 東日本になってから現在に至るまで公表されていません。また COVID-19 感染症のパンデミックの影響により近年は状況が大きく変化していることから、最近の試算では正確なデータとは言えないと考えております。そのためいくつかのウェブサイトなどをもとに試算し、今回は2016年のデータを主な基準として計算していくことについてあらかじめご了承いただけましたら幸いでございます。それでは本編へどうぞ。東北新幹線。一つ目は東北新幹線です。東北新幹線は東京から新青森までを結ぶ営業キロ 713.7km、実キロ約 674.9km の高速鉄道路線です。東北地方の主要都市である仙台、盛岡、青森などを結んでおり、近年では北海道新幹線への直通を開始したことにより、函館方面へのアクセスも向上しました。このほか福島で山形、新庄方面へ向かう山形新幹線、盛岡で田沢湖、大曲、秋田方面へ向かう秋田新幹線という2つのミニ新幹線が東北新幹線から分岐しております。そんな東北新幹線の2016年における営業係数の試算結果は 42.9 で、かかった経費の約 2.3 倍の収益を上げていると予想できます。この理由としては東北新幹線の需要の高さが挙げられます。特に東北最大の都市である仙台には多くの企業が東北拠点の支社や本社を構えているため、出張などのビジネスマンが数多く利用します。また東北地方は自然や温泉、歴史的な観光地がたくさんあるため、観光客の移動手段にも東北新幹線は欠かせません。次に新型車両の登場があります。2011年から E5 系、E6 系といった新型車両が導入され、最高速度が日本最速の320キロに引き上げられました。これにより所要時間の大幅な短縮が可能となりました。最後に高級座席の導入があります。2011年から飛行機のファーストクラスに対抗したグランクラスという高級座席が登場しました。専属アテンダントがつくはやぶさ号などの列車においてはアルコールも含めた飲み物の提供などのサービスもあり、ビジネスエグゼクティブや富裕層の方々に好評です。以上の効果などが相まって東北新幹線は JR 東日本を支える屋台骨となっています。東海道線。2つ目は東海道線です。東海道本線は東京・神戸間を結ぶ全長 589.5km の路線ですが、今回は JR 東海および JR 西日本が管轄する熱海・米原間は触れず、JR 東日本管内の東京・熱海間に絞ってお話しします。JR 東日本管内における東海道線ですが、2016年における営業係数の試算結果は 86.0 となり、かかった経費の約 1.2 倍の収益の見込みとなります。ただしこの計算結果は東海道本線が正式名称となる区間、
例えば京浜東北線の東京横浜間や横須賀線の東京大船間、そして山手線の品川東京間なども含まれる点は注意です。この理由としてはやはり沿線の影響が一番大きいでしょう。沿線には東京、品川、新橋、川崎、横浜、大船、藤沢、茅ヶ崎、平塚、小田原、熱海といった主要な都市が点在しています。そのため東海道線沿線には会社や学校が多数存在し、通勤通学のために多くの利用客が日々利用しています。また東海道新幹線や他の JR 在来線、私鉄会社線とも接続しているため、乗り換えで利用している方が多いのも事実です。さらに列車の運行本数が多いことや、15両編成という長編成の列車を基本としているため、一度に大量の乗客を輸送でき運行コストの削減にもつながっています。加えて以前より普通列車でも5両編成で運転されるごく一部の平塚・熱海間の列車と、常磐線から直通してくる一部快速電車を除く全列車に対して、2階建てグリーン車を連結して運転していることもあり、グリーン券による収入もかなりの金額になります。以上の理由から東海道線は JR 東日本の経営面に大きく貢献しているのです。埼京線、赤羽線。3つ目は埼京線、赤羽線になります。しかし埼京線は主に大崎、大宮間を指す運転系統名であり、正式な線路名称ではありません。大崎・池袋間は山手線の線造部分である山手貨物線、池袋・赤羽間は赤羽線、赤羽・大宮間は東北本線の支線という扱いになっています。これに加えて埼京線の電車が直通する川越線の大宮・川越間、品格線、東海道貨物線の大崎・羽沢横浜国大間についても、埼京線として解釈する利用者が一定数存在します。そのためこれらの区間はそれぞれの路線で試算されることが多く、今回は埼京線電車だけが走行する赤羽線区間、埼京線の池袋・赤羽間を主な焦点として説明していきます。2016年度の赤羽線の営業係数の試算結果は78となっており、かかった経費の約 1.3 倍近い収益を上げている試算となりました。ここまで利益を回収できている理由の一つに、需要の高さがあります。都心とベッドタウンである埼玉県を結ぶ主要路線のため、平日・休日問わず利用客が非常に多く、収益の柱になっています。また新宿や渋谷、池袋といった巨大ターミナル駅を経由することもあり、これらの駅を利用する短距離利用の乗客もうまく取り込むことができています。加えて、埼京線沿線には駅ナカ商業施設やオフィスなどが充実しているのも特徴です。具体的には大宮駅構内の駅ナカ商業施設エキュート大宮や武蔵浦和駅直結のビーンズ武蔵浦和、池袋駅直結の賃貸オフィスメトロポリタンプラザビルは JR 東日本のグループ会社が運営しており、鉄道運賃以外から JR 東日本の収益を支えています。このように埼京線、赤羽線は鉄道と商業施設の二刀流で JR 東日本のドル箱路線として君臨しています。中央線。4つ目は中央線です。中央線は本来東京・名古屋間の路線となっており、正式には東京・名古屋間のうち東北本線、山手線と被る区間を除いた神田・代々木間と塩尻経由で新宿・名古屋間を結ぶ路線とされ、これにプラスして辰野周りで岡谷・塩尻間を結ぶ辰野支線と呼ばれる旧線が支線として供用されております。なお他路線と被る区間は東北本線と被る東京・神田間、山手線と被る代々木・新宿間の他にももう1カ所、それは東海道本線と被る金山・名古屋間です。ただし他の2区間が国鉄が爆発した際に二重戸籍を解消するため、重複区間をどれか1路線の所属とするためにこうなったのに対し、金山・
名古屋間はもともと東海道線の金山駅が存在せず、金山総合駅化計画により1989年に東海道線のホームが設置された経緯があるため、現在も引き続き20戸籍区間として残っております。なおここでは主に東京、高尾、大月間において運転されている東京圏の快速電車のみに焦点を当てて解説をさせていただきます。2016年における営業係数の試算結果は神田、代々木間および新宿、高尾間の区間のみで 59.3 となり、かかった経費の 1.7 倍近い収益を上げている試算となりました。そんな儲かっている首都圏の中央線沿線は、住みたい街としての人気が高い地域として古くから有名です。2016年にリクルート系の情報雑誌であるスーモが発表した住みたい街ランキング2016関東版では、首都圏どころか関東全域を対象にしているにもかかわらず、ベスト30内に中野、荻窪、吉祥寺、三鷹、立川の5駅と他路線として計上されている新宿、東京がランクイン。2024年版でも中野、吉祥寺、立川と他路線として計上されている新宿、東京がランクインしております。これは駅前に商業施設などが立地していることに加えて、都心までの所要時間が30分ほどであるにもかかわらず、閑静な住宅街エリアと広い公園が多いという特徴が大きな理由です。そのため、都内へ通勤する子育て世代の方からの人気が高く、需要が途絶えることがありません。この他に中央線カルチャーとも呼ばれるような独特の雰囲気を持った街が中央線沿線には多く、多様性が認められるような街も多いことが特徴です。それだけでなく快速電車の運転頻度も非常に多く、ラッシュ時にはなんと最大で2分間隔の運行を実施。そのためホームでの待ち時間がほぼゼロとなり、待たずに通勤や通学ができることも人気を支えています。こういった理由や沿線に人気大学を含めた大学が多数あること、および大学進学で中央線沿線に移り住んだ人が社会人になっても中央線沿線に住み続けるなどの理由により、中央線は多くの学生やファミリー層の利用客がおり、終日にわたって高い収益を上げることができているのです。一方で中央線は長年混雑問題にも悩まされており、また中央線にも根強くある着席サービスの増進を目的に、2025年3月のダイヤ改正頃を目途に普通列車グリーン車サービスを開始。2024年10月13日よりグリーン車を連結した車両もグリーン車を暫定普通車扱いとして運行を始めております。総武線。総武線は正式名称を総武本線といい、東京から津田沼、千葉、佐倉などを経由して千葉県の銚子までを結ぶ路線を主軸とし、この他に錦糸町、お茶の水間を結ぶ支線などがあります。このうち今回は総武快速線の電車と中央総武線各駅停車の電車が走る東京、千葉間と錦糸町、お茶の水間の支線に絞って解説します。この区間の2016年における営業係数の試算結果は 66.5 となり、かかった経費の約 1.5 倍の収益を上げている試算となりました。ところで総武本線は主に3つの運転系統に分けることができ、横須賀線方面、東京、千葉間で運転される総武快速線と、今回は説明を省いた千葉から先の佐倉、鳴門、銚子方面へ向かう総武本線、そして千葉とお茶の水、中央線三鷹方面を結ぶ黄色い中央総武線各駅停車の3つの運転系統に分けられ、三鷹、千葉間の中央総武線各駅停車を総武線と呼ぶことも多いです。そして総武快速線や総武線各駅停車については、千葉県から東京まで1本で行くことができるのが大きなポイントです。さらに総武線沿線には住みやすい街が多いのもポイントで、その割には比較的家賃相場が安い点も注目です。例えば市川駅では一人暮らしの家賃は約 5.7 万円、西船橋駅で約 6.3 万円、千葉駅でも約 6.4 万円となっています。そのため東京に近くて安いが実現でき、利用客が増えていっています。またラッシュ時の運行本数が非常に多く、朝の7時台には各駅停車が22本、
快速電車が12本走っています。そのためダイヤを過剰に気にせず生活できるというのも人気を集めている理由の一つになっています。またこの路線は一般の通勤電車以外にもしおさいや成田エクスプレスといった特急列車も走っています。そのため通勤・通学の利用客以外にも観光客の利用も多く、特に成田エクスプレスは近年利用客が大幅に増え、これらも総武線の収益を支えていると言えるでしょう。南武線。南武線は神奈川県の川崎駅から東京都の立川駅を結ぶ路線で、多摩川沿いを縦貫しています。沿線には武蔵小杉、武蔵溝の口、登戸などといった主要駅があり、都心へのアクセスだけでなく、地域間の移動にも重要な役割を果たしています。そんな南武線の2016年における営業係数の試算結果は 78.6 となり、かかった経費の約 1.3 倍の収益を上げる結果となりました。ところで南武線の特徴ですが、他の路線に乗り換えることができる駅が非常に多いことがあります。川崎での東海道線、京浜東北線、京急線をはじめ、武蔵小杉では横須賀線、湘南新宿ライン、埼京線、東急東横線、東急目黒線と JR 埼京線から羽沢横浜国大経由、また東急東横線、東急目黒線から東急新横浜線新横浜経由にて相鉄線へ直通する列車に乗り換えることも可能。加えて武蔵溝の口で東急田園都市線、東急大井町線、登戸で小田急線、稲田堤で京王相模原線、府中本町で武蔵野線、分倍河原で京王線、そして立川で中央線、青梅線、多摩モノレールに乗り換えることが可能で、首都圏のあらゆるところに移動しやすいのが魅力です。そのため他の路線や私鉄への乗り換えを目的とした乗客や、川崎市内や南多摩地域の間などを移動する短距離だけで利用する乗客が比較的多いです。乗客の入れ替えが激しい路線であると同時に、単価の高い短距離利用客が比較的多いことに関連して、運賃収入の効率が非常に高い路線となっています。一方で逆に集客を狙った施設も多く、川崎にはラゾーナやラチッタデッラなどの大型商業施設、登戸にはドラえもんミュージアム、府中本町には東京競馬場、立川には昭和記念公園などがあり、これらも定期的に利用客を呼び込んでいます。このように首都圏各地から定期的に人が集まるため、南武線はドル箱路線として JR 東日本を支える路線となっています。根岸線。根岸線は神奈川県内を走る路線で、横浜駅から大船駅までを結ぶ全長約 22.1km の路線です。ただし実際には横浜・大宮間の京浜東北線と一体的に運転され、大宮・大船間を総称して京浜東北根岸線、また大宮・大船間だけで単純に京浜東北線とすることもあります。そんな根岸線の2016年における営業係数の試算結果は 66.8 となり、かかった経費の 1.5 倍近い収益を上げている試算となりました。根岸線沿線は都心に近いけれど家賃は控えめということで住みやすい街として人気を集めています。一人暮らし向けの物件の場合、横浜駅でも相場は8万円から9万円、横浜駅の隣の桜木町駅にしただけで相場は6万円から9万円。この辺りは比較的高額ではあるのですが、磯子区の根岸、磯子、妙高台あたりまで出れば4万円以下に抑えられ、便利ながらリーズナブルな家賃相場となります。また管内に神奈川県庁、桜木町には横浜市役所など官庁街が沿線にあることもポイントの一つ。さらに新杉田でシーサイドラインに乗り換えると、多くの企業の工場が立地している沿岸部にも出れます。そのためこの路線は単純に都内へ通勤する通勤客の他に、横浜市内各所へ通勤する通勤客の利用も多く、京浜東北線へ行かず根岸線内で利用が完結する利用者も多くいます。このような運賃効率の良い短距離利用者の多さも根岸線の収益を支えているのです。さらに沿線にはフェリス、横浜双葉、
共立学園などの名門お嬢様学校、聖光学院をはじめとした名門お坊ちゃま学校をはじめとして、私立では横浜英和、山手学院、好文国際学園など、公立では白楊、緑が丘、平沼、栄、港総合、ひとり沢などといったハイレベルな学生が集まる高校も多く所在し、これらをはじめ沿線には多数の高校や私立中学があることから、中学生や高校生といった通学客も多く利用し、これも収益力を高める理由の一つとなります。加えて観光名所が沿線に多いのも理由の一つです。桜木町はみなとみらい地区に位置しており、ランドマークタワーやコスモワールドなどが近くにあることに加え、石川町からは中華街へアクセスすることが可能。管内には官庁街だけでなく横浜 DNA ベイスターズの拠点である横浜スタジアムが駅を出て徒歩5分程度の場所にあり、野球開催時はベイスターズファンなどで混雑することも多いです。このほか根岸や桜木町からバスで三溪園へアクセスでき、また京急線日の出町駅からのアクセスがメインとはなりますが、桜木町からは野毛山動物園へもアクセスが可能です。さらにこれらも京急線でのアクセスがメインとなりますが、八景でシーサイドラインに乗り換える以外にも、新杉田でシーサイドラインに乗り換えて八景島に行けるほか、文庫で京急バスに乗り換えてのアクセスがメインとなるものの、陽光台で京急バスに乗り継ぐことで金沢自然公園やコアラで有名な金沢動物園にもアクセス可能です。このように根岸線は生活の足としての短距離利用客だけでなく、観光客の需要も取り込むことができているため、高い収益性を持った路線としてドル箱路線になるのです。横浜線。横浜線は東神奈川から八王子までを結ぶ全長約 42.6km の路線です。国鉄時代から黒字を上げ続けている数少ない路線で、特にほとんどの路線が赤字となっていた暗黒時代にも安定して黒字を上げ続けた路線の一つでございます。もちろん現在でも JR 東日本随一のドル箱路線の一角として横浜線はその名を連ねております。2016年における営業係数の試算結果は 70.3 となり、かかった経費の約 1.4 倍の収益を上げる試算となりました。そんな横浜線の特徴ですが、乗り換え駅が非常に多いことがあります。具体的には東神奈川で京浜東北線と京急線、菊名で東急東横線、新横浜で JR 東海の東海道新幹線、横浜市営地下鉄ブルーライン、相鉄新横浜線、東急新横浜線、中山で横浜市営地下鉄グリーンライン、長津田で東急田園都市線、こどもの国線、町田で小田急線、橋本で相模線と京王相模原線、八王子で中央線、八高線、京王線と乗り換えできます。このほか昼間を中心に一部の電車は根岸線に直通し、横浜駅で東海道線、上野東京ライン、湘南新宿ライン、横須賀線、京急線、東急東横線、相鉄線、みなとみらい線、さらに横浜と桜木町の両方の駅において、横浜市営地下鉄ブルーラインとも乗り換えが可能となり、多くは桜木町までですが一部はさらに磯子、大船まで直通します。このうち東海道線、上野東京ライン、横須賀線、湘南新宿ライン、京浜東北線、相模線、中央線、八高線以外の乗り換え路線は JR 東日本以外の会社線との接続となっています。そのため私鉄や新幹線からの乗り換え客による利用や他の路線のトラブル時における振り替え輸送としての需要が高く、短距離の利用客から効率よく収益を上げているのです。またこのような他の路線への乗り換え客が多い路線は JR 東日本では武蔵野線と先に述べた南武線ぐらいしかありません。そのため JR 東日本ではこの横浜線、南武線、武蔵野線と東京への通勤路線の一つである京葉線をまとめて東京メガループとして2010年代より利便性向上を図っています。さらに新横浜駅近くの横浜アリーナや日産スタジアム、中山駅の近くにあるズーラシアをはじめとした大型集客施設のほか、
淵野辺駅近くの青山学院大学相模原キャンパス、橋本駅近くの多摩美術大学八王子キャンパス、相原駅近くの法政大学多摩キャンパス及び東京造形大学、八王子南の駅近くの東京工科大学八王子キャンパス及び日本工学院八王子専門学校など、沿線には大学キャンパスをはじめとした各種学校も多く所在します。これらの要素が複合的に合わさった結果、横浜線は今でもドル箱路線の一角として名を連ねているのです。なお横浜線は新横浜で東海道新幹線と接続していますが、さらに橋本でリニア中央新幹線とも接続する予定があり、これからも多くの利用客を呼び込む可能性を秘めています。過去、現在、未来と堅実に利用客を確保し続けている横浜線。新幹線のような派手さはなくとも、確実に黒字を上げ続ける存在として JR 東日本を支え続けることになるでしょう。山手線。山手線は有名すぎて言わずもがなですが、東京都心を一周する環状路線です。正確には新宿経由で品川と田端を結ぶ路線ですが、実質的に東北本線や東海道本線の線造部を合わせた環状路線となり、この環状路線の中に30の駅を要しております。2016年における営業係数の試算結果は、西側の区間である正式な山手線の区間だけでおそらく53.2となり、かかった経費の約 1.9 倍の収益を上げる試算となりました。東側の東海道本線や東北本線の線造区間となる区間は含まれず、また西側の区間よりも東側の区間の方が利用率が悪いこと、および山手貨物線の線路を使用して山手線に乗り入れる埼京線や湘南新宿ラインなども含まれる数値であるため、実際には上下動があるかもしれないことは承知ください。さすがに皆さん当たり前だと言いたくなるかもしれませんが、この理由は日本の首都東京の各都市を結んでいるからです。東京駅をはじめとして渋谷、新宿、池袋、原宿、代々木、恵比寿、目黒、五反田、上野、秋葉原、新橋、品川など都内でも有数の名だたる都市をいくつも通ります。そのため利用客数も他の路線とは比べ物にならないほど多く、以前は1日あたりの利用者数が約400万人とも言われていました。また環状路線ということもあり、そのほとんどの駅で何かしらの路線に乗り換えることができます。30ある駅のうち接続路線が全くない駅は新大久保、目白だけ。京浜東北線並走区間で京浜東北線以外の接続路線がない駅も鶯谷、田端の2駅だけとなっております。そのため乗り換え目的としての短距離利用客についてかなりの数を見込むことができる路線となっております。ところでこのように JR 東日本の中だけでなく、全国の在来線で見てもトップクラスの営業係数を誇る山手線。今でこそ短距離の利用客によって黒字収益が支えられていますが、それまで昼間でも3分や4分に1本走っていたところ、2022年3月以降は平日昼間が5分間隔に減らされました。2023年3月のダイヤ改正に入ると土休日も減らされ、また通勤ラッシュ時間帯でも本数が減っており、50本ある山手線の電子レンジくんも最大稼働数が38本と、予備を2本から3本として仮定した場合、都合9本から10本という大量の余剰が発生しています。これは以前並走路線がほとんどなかった西側の区間でも、埼京線や湘南新宿ライン、東京メトロ副都心線などの路線ができ、乗客が分散するようになってきたことなどに加え、東側の区間では上野東京ラインの開通などにより、それまで最混雑区間だった上野、御徒町間をはじめ、各区間において山手線の混雑率が改善していることがあります。京浜東北線の運転間隔である5分間隔で山手線も運転され、山手線と京浜東北線を5分間隔で揃えることによって、並走区間での乗り換え機会の増加を図る狙いがある一方、新宿、池袋、渋谷などの副都心地域を中心として、昼間でもホームや車内が地獄のような混雑を見せるようになっており、また外国人観光客が多く利用することに加えて、
それらの旅行客が手荷物として持つスーツケースなどの大型荷物などにより不満を感じる利用者が増えつつあるのが現実です。一方で増加した利用者に合わせて増便する気配もなく、特に西側の区間では増発が求められる状況。日本有数のドル箱路線としてのかつての山手線の地位は現在揺らぎ始めてきているのかもしれません。上越新幹線。上越新幹線は大宮と新潟を結ぶ実距離 269.5km、営業キロ換算 300.8km の高速鉄道路線であり、途中大宮、高崎、越後湯沢、長岡などを経由します。ただし東北新幹線の東京、大宮間に多くの電車が乗り入れ、実質的には東京、新潟間の実キロ 303.6km、営業キロ 333.9km の路線として見なされることが多いです。ところで上越新幹線は他の新幹線とは異なり、当時は黒字化の目途が立たないと言われていました。そのため自民党三役であった田中角栄氏によって進められた政治色がかなり強い路線だとも言われています。しかし2016年における営業係数の試算結果は、上越新幹線の席となる大宮、新潟間で 44.4 と、かかった経費の約 2.3 倍の収益を上げる試算となり、今では東北新幹線に匹敵する成功を収めています。この理由としては他の JR 東日本の新幹線にも言えますが、徹底した雪害対策による確実な高速大量輸送が挙げられます。特に新潟県内区間を中心とした高崎より先の区間では、スプリンクラーによる融雪設備が至る所に備え付けられ、積雪による運行停止を可能な限り防いでいます。また駅構内も線路やプラットフォーム全体を屋根で覆い、雪が積もらないように対策しています。そのため大雪になっても多少の遅れで目的地に到着できるという点で、多くの出張ビジネスマンに利用されているのです。また豪雪地帯を走る新幹線ということで、冬季のスキーシーズンには越後湯沢を経由してガーラ湯沢へ向かう谷川号も運行されています。そのためビジネス目的だけでなくスキーや温泉などのレジャーを目的とした客も取り込むことに成功し、上越新幹線は大きな収益を上げています。豪雪地帯の在来線では現在でも頻繁によく見られる大雪による運休を限りなくゼロにすることで、ビジネス客や観光客の取り込みに成功した上越新幹線。高速化だけでなく豪雪による運休を可能な限り小さくすることで、東京、新潟間においては安定的な高速輸送を可能としただけでなく、運転距離が 300km 程度と短いことも合わさって、仙台以北では飛行機と競合する東北新幹線と比較して、上越新幹線では競合する交通機関が存在しません。さらに距離的にもこれ以上無理に高速化させる必要もなく、2023年3月のダイヤ改正で高速化こそしましたが、それでも275キロまでの最高速度となっております。上越新幹線の最高速度の向上はかなり遅い傾向にあり、一部トンネル区間でデモンストレーション的な意味で、ごくわずかにトンネルの下り勾配区間で275キロ運転をしていた時を除き、他の新幹線が最高速度をどんどん上げていく中で、開業当初に110キロだった上越新幹線の最高速度は2004年にやっと全列車に140キロまでの最高速度というありさま。当然ですがそれに伴う車両、設備への追加投資は少なく済み、現在の上越新幹線は基本的に新車の E7 系によって運転され、稀に北陸新幹線共用区間の東京、大宮、高崎間で JR 西日本から乗り入れてくる W7 系が谷川号で使われる運転体系ですが、かつては東北新幹線からのお下がりとして200系、E1 系、E4 系、そして E2 系などといった最高速度の遅くて古い新幹線が転用され、上越新幹線を走っていたことも多々ありました。ただしそれまでにも E4 系の最終増備車である P81 編成、P82 編成など JR 世代の新幹線が上越新幹線に新生配置されたことがあることは注記します。国鉄時代に製造された200系が最近まで走っていたことや、
新潟地区の在来線普通列車が国鉄時代に製造された115系だらけだったこと、加えて新潟地区の在来線特急列車も国鉄時代に製造された4×5系の魔改造車だらけだったことなどが関連する形で、 JR 東日本新潟支社がかつて国鉄新潟という国鉄広島もとい JR 西日本広島支社と双璧するかのような別称がついてしまったこともあるという歴史がございます。このため最新設備を備える電車が増えつつある他の新幹線と比較し、上越新幹線のサービスレベルは劣ってしまった時期も多く、E2系1000番台が東北新幹線の間合いとしてだけでなく、恒常的に上越新幹線へ入るようになった頃、東北新幹線新青森延伸時の運用増加分として製造された乗客が充電用に使えるコンセントがついた E2 系1000番台6編成を真っ先に集中的に上越新幹線へ転用させた経緯があるなど、かつての中古車だらけだった上越新幹線においてもサービスレベルのアップをしたいという苦労も伺うことができました。こういった追加投資が比較的かからないことに加え、最高速度が原則に160キロまでである一方で、線路設備の保有が鉄道運輸機構となっており、新幹線の運行のために貸付料を支払う必要のある北陸新幹線や盛岡、新青森間の整備新幹線とは違い、上越新幹線は全区間が JR 東日本自社管轄のため、売上高だけで見たら他の新幹線に負けるかもしれませんが、営業係数ベースの営業成績では上越新幹線がかなり良いかもしれません。実は JR 東日本で一番有料な路線、上越新幹線ではないのかという説をウプ主は思っています。いかがだったでしょうか。今回は JR 東日本のドル箱路線をテーマとして、それに属するような路線を10路線まとめて簡単に紹介してみました。今回取り上げた JR 東日本のドル箱路線はこれから述べる10路線であり、東北新幹線、東海道線、埼京線、赤羽線、中央線、総武線、南武線、根岸線、横浜線、山手線、上越新幹線となりました。なお今回の試算は COVID-19 によるパンデミックが発生し、鉄道利用者の急減を伴うライフスタイルの変化が発生する前である2016年のデータをもとにして計算しています。そのため最新の状況とは違っている可能性があり、現在もおおむね同一とはなっていると思いますが、変動があるかもしれないことにご注意ください。ただし2023年のゴールデンウィーク明け以降、鉄道の利用者も最新の流れに沿って順次戻ってきております。当チャンネルでは2025年以降に順次公開されるであろう2024年度のデータが順次発表され次第、随時最新のデータを適用する方策としておりますので、最新のデータを使用した動画を見たい場合はチャンネル登録の上で2025年以降も引き続き当チャンネルの動画をご視聴くださると幸いでございます。この動画が良かったと思った方はぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは鉄道など交通に関するさまざまな疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。